どうもー、こんにちは。極真空手歴20年以上の青木と言います。本日もそこから得られた知識や経験を皆様にお話ししていきたいと考えております。ウィリー・ウィリアムス。熊殺しとして、極真史上最強として、そのあまりにも人知を超えた拳のスピードにもかかわらず、常人をはるかに上回る巨人のごとき体育、骨格、筋力から放たれる。それを掛け算した結果生み出される想像を絶する破壊力。それらの実情、戦いを私は第2回世界大会、つまりは彼が全盛期を迎えた舞台を中心にお話をさせていただきました。そして今回は全盛期でこそなかったかもしれませんが、そこにまで至る経緯、さらにはその後の戦いの歴史、それを皆様にお話ししていこうと考えています。ウィリー・ウィリアムスは本人の話によると、空手を始める前にはストリートファイトを many times all the time every day and night、 つまりは365日四六時中、昼夜問わず路上での喧嘩に明け暮れていたといいます。それが極真空手を始め、大山茂との出会いにより相手を尊敬し合い、思いやることを学び、自らの拳、蹴りの破壊力を知り、コントロールすることができるようになったと語ります。極真や大山茂に合わなかった、本当に人を殺していたかもしれないと考えますと恐ろしいです。というその言葉自体が全くもって恐ろしいと思いますが、そんな彼は24歳の時、1975年11月1日から2日にかけて行われた第1回世界大会に出場するため、大足チャールズ・マーチン、飛び後ろ回し蹴りの祖ウィリアム・オリバーらと共に来日。その際紹介された映像はまさしく我々の度肝を抜くものだったと言って間違いないでしょう。多境戦、基本中の基本であり奥義とも言える方、三鎮を披露するその姿は逆光も相まって全体像がはっきりとは見て取れず、しかし当時はその190センチにも及ぶという肉体にもかかわらず、無駄な贅肉が全くついていない。磨き上げられた彫像のような肉体は、それが動き出すことに違和感やどこか美しさすら覚えるような光景でした。特に背中の筋肉はハンマ巻きのオーガとも呼ばれるハンマ裕次郎のそれを彷彿とさせるものがありました。自転車を颯爽と乗りこなし、山奥で大木相手に突き蹴り、肘打ちに手刀、頭突きをすら繰り出す様はもはや人間を超えている感すらあります。さらにはそのウィリーとアメリカの対象格であるチャールズ・マーチンとの組手が披露され、下段回し蹴りを知らされていなかったにもかかわらず、飛び込んでの正拳突きはものすごく、お題190を超える巨体にもかかわらず、俊敏にしてスタミナが尽きることを知らず、この2人に穴なんてあるのかと思わされるものでした。第1回戦、西ドイツのアクセル・ルワンドスキーを相手に左中段回し蹴りを3発くらいながら伸びる右正拳突きを返します。さらに回し蹴りをもらいながらも左上段回し蹴りがやはり伸びる。さらに連続の一発が顔面を捉え、ご両手のパンチだけでなく回し蹴りの切り合いでも5分以上に持っていきます。というかむしろ中間距離を中心とした的確な組み立てと言えるでしょう。2回戦のアイ・ラーさんは頭突きや金的蹴りなどの反則を重ねられたといい、その減点により3回戦に進出。そこで相対するのは日本の本部で修行し、全日本大会準優勝に輝き、
100人組でも完遂している外国人の中でも最有力候補の一人であるイギリスのハワード・コリンズ。開始早々から集団回し蹴りで飛び出しますが、ハワード・コリンズの下段後ろ回し蹴りという妙技により早速転ばされてしまいます。コリンズの下段ソレイン・ウィリーも見よう見まねなのか背速による下段回し蹴りを開始。そう考えれば目を見張るような対応能力と言えるでしょう。さらに次、膝蹴りで追い込む。まるで豹のようにマット上を跳ね回る。ワンツーから中段回し蹴りで攻めかかる。ハワード・コリンズの回し蹴りは体で跳ね返し、前に前に圧力をかけてきます。下段回し蹴りを飛び放てかわし、一瞬の飛び込みで相手を引かせるチャールズ・マーチンとはまた一線を画した戦い方です。戦いの行方は延長2回にもつ。体重差と試しあり判定によりウィリーよりもコリンズが4キロ軽く、試し割りでは5枚多いということをもって敗れ去ることになりましたが、非常に強いインパクトを世界に残すことになりました。その後第2回世界大会での想像を絶するような暴れっぷりを見せた後、ウィリー・ウィリアムスはアントニオ猪木と対戦。グローブをつけて練習に励む様を見ると、最初の一種格闘技戦ともいえる大山空手 vs ムエタイの3対3マッチ、そしてその後の K1 でのフィリオラの戦い、それらの系譜を思ってしまうのは私だけでしょうか。特に頭を下げて半身になりながら体を揺らし気味にパンチを放つその姿、どことなくモハメド・アリやトーマス・ハーンズを連想させるものがあるように思われます。さすがの黒人の腕ひしぎ十字固めや猪木あり状態の対策をしている彼を見ると、時代が異なればミルコやノゲーラ、ヒョードルなどとプライドで共に凄まじい一時代を築いていたりしたのでしょうか。1980年2月27日、蔵前国技館で格闘技世界ヘビー級選手権試合としてウィリー・ウィリアムスはリングに上がる。駆け蹴り、後ろ回し蹴りなどアントニオ猪木のドロップキックに負けない派手な技を披露し、場外乱闘などもこなし、格闘技界のみならず日本を大いに盛り上げました。そしてウィリーといえば何といっても代名詞になっているのがその熊殺しでしょう。その映像の中ではモハメド・アリは偉大だが3分以内にノックアウトしてみせると語っていますが、実際のところ本人の話によると、あの頃は自分の力も一番強力な時だったと思います。ですから人間が相手であれば誰が来ようと全く問題ありません。本当にイージーでありました。さすがに熊と戦った時はおいちょっと待てよと初めて気持ちが引くことを体験しました。熊と戦い初めて用心するということを覚えることができましたと語っています。いやそりゃそうでしょう。実際のところその関係者道場でもその身をおもんばかって大変な議論が交わされたといいますが、結果的には先にお話ししたアントニオ猪木との戦いにつなげるためその身を投じることになったといいます。その全長は2メートル45センチ、体重は320キロを超えるという単純計算で身長差50センチ、体重差220キロ以上、考えるのがバカバカしくなるほどのものである。それ以上に野生の獣と霊長類である人間の戦闘力というのは、例えば一般の人間であれば犬や猫、いや一説によれば相手が野生のものであるならば空手家であってすら勝つことは大変に難しいものであるという話です。試合に出たものであるならばわかると思います。対戦相手が同体重の人間であってですら
戦う前は怖い、恐ろしい、逃げ出したいという思いに駆られることがあります。そのような常識、感覚を全て超えてウィリー・ウィリアムスが立ち向かっていけたのは、やはり24時間昼夜問わず365日戦っていたという、その戦うために生まれたような常人では考え難い、到達できない精神によるものなのでしょうか。熊が解き放たれ、銃を持ったハンターたちが逃げ惑うなり、駆け回る熊に向かって最後の防具ともいえる道着の上着すら脱ぎ捨て、躊躇なく駆け寄るウィリー。正直難しいですよ。だって獣だよ。何が起こっか分かんないんだよ。気合とともに回り込む、躊躇なく胸への聖剣突き。マジか。それで逆襲して殴りかかってきたら首やっちゃうんじゃないか。さらに押すような蹴りから突き、下突き、聖剣突き、聖剣突き、回し蹴りを挟んで突きまで突き放そうとするのがのしかかられ、怖い。そのまま倒されたら320キロで潰されてしまうし、噛みつかれたらどうかしてしまうだろう。倒れ、離れ、首にしがみつく、肘打ち。さすがにやりすぎじゃないかと思ったらやっぱり振り回されて、人間なんか100キロあってもまるでペットボトル振り回すみたいに地面に叩きつけられ、覆いかぶされる。いやほんとやべえなこれ。ウィリーのパンチが効いたかどうかとかそういうことよりも、245キロ320キロの熊とこうやって押し問答できてる時点で常人をはるかに超えた体幹、腰の強さ、腕力、脚力と言えるでしょう。人間というものの可能性を極限まで突き詰めて体現した男、動くアポロン像のような、まさしく戦うために生まれた男ということもできるかもしれません。私は引き続き熊殺し、動く肖像ともいえる男、ウィリー・ウィリアムス、彼が残した戦いの歴史、それを皆様に紹介させていただきたいと思います。ですのでぜひ高評価、コメントの方よろしくお願いいたします。本日もご視聴いただき誠にありがとうございます。